ぎゅうぎゅうに詰まってる夢叶った。じゃあ松岡さんお疲れ様です。お疲れ様です。すいません。はい、ありがとうございます。カニ食べ行こう、カニ食べ行こう、あまりにもでかすぎるようなそんなカニを眠り食いたいというわけで、こんにちは、小豆島よし浜優です。今回はですね、カニの王様と言われるタラバガニいただきました。見て、もうこの拳とのこの爪の大きさよ。こちらですね、拓栄丸の船長与永さんに送っていただきました。ありがとうございます。でさっきそんなでかく見えんかったかもしれないんですけど、ちょっと持ち上げてみますよ。これこんなでかいので、こちらの個体測ったら4キロぐらいありました。ネットで最大個体10キロとかって書いてたから、これの約倍よりさらに一回り大きいのがタラバガニの最大形態です。こうやってちょっと噛んだところじゃね、いちいち取り直さないからね。そう皆さん、ズワイガニじゃないわ、タラバガニといえばやっぱベーリング海のもう一攫千金のカニカゴ漁とかを思い浮かべるじゃないですか。でも実はですね、北海道では刺し網漁、底刺し網漁って言ってめちゃくちゃ長い網を仕掛けて、で12月とかそこら辺になったら次氷がやってくるんで、流氷っていうんですかね、あれがなくなったらそれを上げに行くタラバガニの刺し網漁っていうのがあるんですよ。それをね、ちょっとだけ見ていきましょう。どうぞ。というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。カニだけに。はい。で、皆さんもね、なんか小さな夢ってあると思うんですよね。なんかココアにマシュマロ入れてみたいとか、秋山歌謡祭でよくあるような、その小さな夢の中、僕にもあります。その一つに、でっかいカニをもうむしゃぶり食いながら酒を飲みたいっていうのがね、あって、今回はその小さな夢を叶えていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずは観察していきましょう。で、こちらのまな板ですね、一見小さく見えますが、僕がいつも使っている普通のまな板、ちょっと大きいんですけど、それだとこんな感じで全然乗り切らないので、こっちのね、大きなまな板に変えました。画角に全然入んないんですけど、伸ばすと1メートルって言われるようにね、余裕で画角からはみ出ます。ウィーンガシャン、ウィーンガシャン。子供が喜ぶやつ。格好がまた何とも言えないですね。たまたまなんですけど、なんかここ手縛られて、あれですね、開いてるみたいですね。でちょっとペラッとめくって、ここ大穴が開いております。これなんで穴が開いてるかっていうと、なんかね、取れてこうホース突っ込んで、ここの油抜きっていうのをするらしいんですよ。これしとかないと身に油が回っちゃうらしいんで、そのためにここに大穴が開いております。生きてる時はどうか知らないけどね。だから味噌とかは中には入ってないです。甲羅はこんな感じですっごいトゲトゲしてます。なんか芯絞り出せそうですね。僕ね、中学校の時親父に芯絞ることをなんか治療とかって言われて絞られてたんですよ。自分でも絞るのが好きになってね、それで中学校の時は顔が荒れました。そんな話はさておき、これはヤドカリの仲間ってよくね言われますよね、タラバガニって。実際そうで、この爪を見てください。爪じゃない、ごめんなさい、足ですね。ちなみにこの爪も胸脚と呼ばれる生物学的には足の一種です。それが片方4本片方4本で合計8本。これ普通のカニは10本なんですよ、合わせて。これもまた普通のカニとの違いですよね。とか言いながらね、僕ね、さっきこうやって遊んでた時にこう見たんですよ。ここにね、見てください。ちょっとズームしますよ。ズームしていって、ここ取るとね、なんか足が出てくるんですよ。これは何なんだと。こっちにもあるんですよ。これもしかしたらね、なんかサメと一緒でこう足が後ろから生えてくるみたいな。サメも後ろにずっと歯が連なっとって前が生え変わったらこう出てくるんですけど、それと同じ感じか、もしくは隠れた、足には分類されない足なのかもしれない。これちょっと調べておきます。コメントで教えてください。最後にね、こちら顔の方を見ていきましょう。で、海の中ではこの子たちも当然歩いてるんで、実際はこうなって、こっちもこうなって体が起きて、でご飯食べるときはこれでもぐもぐもぐ美味しいなってなるわけですね。さあ一体口はどこにあるのか。こんなわっさーってして、もうあれじゃん、ナウシカのあれなんて言うんだっけ、緑のやつみたいな口してますね。ランランララランランラン。どこが口、これ歯なんか、
これ多分歯なのかな。ここにめちゃくちゃ小さななんか足があります。もうなんかいっぱい足があるじゃん。こんなとこにも足がありますよ皆さん。普通のカニと比べると足の数は多いですね。逆にこれを足と呼ぶならばなんか変なテンションになってますけど、なんでかっていうとこういうね渡りガニ、この渡りガニを実際に生でいただいてここでまじまじと見るっていうのは初めてなもんですから。さあというわけで早速描いていきましょう。というわけで用意したるはこちら、でっかい寸胴です。これをズッドーン。さっき水入れないと。はい、じゃあ水を入れてきました。重たい。で火つけます。で蓋をして沸騰を待ちましょう。水からしてもいいんだけどね。でせっかくだから生でも食いたいし、ちょっと生で食ってみましょう。閉めてから4日目ですけど多分大丈夫ですね。ここに関節があるんでその関節を切りましょう。OK、でかい。結構水出てくるね。じゃあ身だけ取り出したいんですけど、多分これねズワイガニみたいにこうシューッとは無理なんで、ハサミで普通に左右切っていきます。左右切って手で開く。ハサミっていうかこれはもう強力なやつ。うまく剥がれるかな、それだけが心配。はい、切れました。スプーンでうまく剥ぎ持っていきます。でっかすぎ。で実はね今日はお酒飲めないんで明日飲むんですけど、なんでそんな早く急いで湯がくかっていうと、高橋ガニ送ってもらった時に高橋ガニって締めて早く食べないと水になっちゃうんですよ。もう身が溶けて。多分深海のカニだからそういう感じになると思うんですけど、タラバガニもねもしかしたらと思ってたけど、これ見てください。ぎゅうぎゅうに詰まってる。大丈夫そうですね。なんだろう、なんとも言い表せない。うまそう。すっごいな。タラバガニの生は正直食ったことないからどんな味がするのか未知数です。これ僕正直ね今回いろんな料理しようとか考えたんですよ。カニ飯とかカニチャーハンとかね、この殻をで油を取ってカニを取ったりですね。見てこれとかをもうまんまなんだろう、天ぷらとかフライとかカニクリームコロッケとかできそうです。プルプル。じゃあこちらをもう氷水でジャコジャコってして花開きます。別に開かんの、カニの種類によるのか。カメラで見るよりだいぶ水がピンクになってます。多分ここら辺のなんか色素とか汚れが落ちてるのかな。ちょっとこのカニカマを連想する薄皮は取ろう。でもう一度。はい、こんな感じ。めちゃくちゃ綺麗。じゃあこれお皿にのせて普通にはみ出て、ここにわさびでレモンがあってよかったんですけどレモンがないんで醤油をかけていただきます。うわーうまそう。顔と比べてもこのでかさ。いただきます。思ったより甘みは少ないかな。口の中に入れた時にめちゃくちゃ生ガニ口の中いっぱい食ってるみたいな、そんな感じにはなりますけど、生で食ってめちゃくちゃうまいかって言われたら多分ね一気にちょっと食いすぎた。何でもそうだけど適量が大事で、ちょっとずつ食うともうちょっと美味しいかもしれない。甘みは他のカニに比べると生だと若干劣るかなって感じです。でもカニを食べてるっていうそういう実感もめちゃくちゃあります。ただねカニがでかい分普通のカニだったら絶対取れないような最初の足の後ろ、さらに普通だったらほとんど身が取れないようなところにも身がめちゃくちゃ入っとると。これもまたやっぱでかいがゆえのメリットで、今お湯を沸くのを待ってて、ちょっと暇なんで豆知識をお伝えします。タラバガニなんですけども、漢字でどう書くか知ってますか？タラバガニって書くんですよね。要はタラの場所で取れるカニだからタラバガニって言うんですよ。タラバガニ漁が始まったのってとある偶然がきっかけで、タラ漁を行ってた漁船の船員さんがねついうっかり海の底まで網を沈めちゃったんですよね。とすると見慣れないカニがかかってきて、それがねタラバガニ漁の始まりだと言われております。ただね当時は見慣れないカニだったので捨てられてたらしいです。もったいないですね。山ほどいたはずです。で冒頭の小さな夢ですけど、僕それ叶えようとしてね冷凍のタラバガニ何回か買ったことあるんですけど、どうしてもなんだろうなカニカマ感があって、だから今回ねこの生のタラバガニどんな感じなんかすっごい楽しみです。ただ忖度なしで答えるから正直わかんないな。どうなんだろう、どっちに転ぶかですよね。頼んだぞ。はい、じゃあ30分ぐらい経ってようやく沸騰してきました。やっぱ鍋がでかいとめっちゃ時間かかるね。よし、じゃあ早速この巨大タラバガニ入れていきましょう。ただこれどう入れたらいいんだ。こうか、こういくか。
入るわけがないよなこれで。おっと入ったー、入ったー、入ったけど入ってない。足して蒸すか。はい、というわけで25分間経ちました。見ていきましょう。オープン。おお、めちゃくちゃいい感じですね。まあ、ちょっと全貌はわかんないんですけれども、こちらを重たいし熱いからちょっと持てない。これ多分30キロ40キロあるな。これで水だけ抜きます。はい、じゃあ熱湯なんで水を流しながら入れていきます。よし、これちょっと軽く水かけて先にこいつを取ろうよ。うわー、綺麗な赤色になりました。よいしょ、ドーン。およそ30分いい感じに湯がきました。で見てください、この最初と違ってこの甲羅の色めちゃくちゃ鮮やかな赤色をしています。これなんでかっていうと、カニとかエビの甲殻類の殻にはアスタキサンチンっていう赤色のね色素が含まれてるんですよ。じゃあなんで湯がく前は赤色じゃないのっていうことなんですが、それはですね、湯がく前はタンパク質とアスタキサンチンが結合している状態のため、殻の色がなんていうのかな、ちょっと茶色っぽい色というか、いろんなあんな色です。それが加熱されると殻の中のタンパク質が変性して、アスタキサンチンがタンパク質から遊離して本来のね赤色になります。これが本来の色と言っても過言ではない。で、湯がいた場合じゃなくて焼いた場合はアスタキサンチンが空気中の酸素と結びついてアスタチンっていうものになるんですよ。そうするとより一層鮮やかな赤色になります。はい、じゃあバットに移動して入りきらんぞ。よいしょ。このバットもめちゃくちゃでかいんですけどね。はい、こんな感じ。じゃあこれで1日粗熱を取って明日食べます。バイバイ。おはようございます。次の日です。今日は朝からね海苔の仕事とかいろいろあって、今から髪切ってもうボサボサになってきたんで、それでその後は納品とかして、でその後編集とかして、それから食べて飲みたいと思います。はい、じゃあ髪切りました。池オジになりましたね。池オジに。じゃあ次は納品行って酒を買いに行こう。あいにくの雨なんだよな。外で食いたかったな、せっかくだったら。どすこい。はい、じゃあ無事に帰ってきました。ちょっと後ろに段ボールは散らかってますが、カニの準備は抜群です。お酒もしっかり買ってきました。最近このタコハイとかにもハマっております。カニね、ずっと外置いてて冷たいんで、まずこちらのカニ温めましょう。よいしょ。でかいな。まずこれで温める。よいしょ。このままじゃ食べづらいんで、足をチョキチョキしてカットしていきましょう。ごっついとこれ。はい、じゃあバラバラになりました。焼いていこう。何それ。使います？混ぜるの。も。はい、じゃあいい感じにぬくもってきました。焼き牡蠣になる前にぬくめがボイル牡蠣で食いましょう。いやー楽しみだな。うちの父親と母親がうまいって食ってたんで、やっぱ軽く焼いてあげたらその身の中の水分が飛ぶからより味が濃厚になるはずです。さあどんな感じか。あーちょっと身がひっつくな。なんとしても一本にしたいところではござる。めちゃくちゃ香ばしいいい匂い。ペリッと剥げば、よいしょ。はい、めちゃくちゃうまそう。湯気も出てる。いただきます。全然違う。僕ね、タラバガニ正直うまくないカニだと思ってたんですよ。冷凍の食ってたから。日本のこのタラバガニ、もう口の中入れた瞬間に甘みがバグッズゴーンってくるんですよ。ズゴーンときて口の中いっぱいにカニの身が広がって、噛めば噛むほどうまみ甘みが出てきて最高にうまい。ここにやっぱビールですよ。たまんねえこれ。ちゃんとカニを食ってるなっていうのが分かる。本当に冷凍のカニってカニカマみたいな味するから、味っていうかもう食感もカニカマになるんですよね。生のタラバってこんな美味しいんだ。1年に1回の贅沢に食べたい。やっぱどこでも身があるんだよね。この関節のどこでもでかいから、これもまたいいでしたね。あ、うめえ。最高だ。
さあ図体の方もいい感じですね。あーうめえ。夢叶った。独立する、居酒屋する、そういう大きな夢とは別に皆さんがある小さな夢、今叶う瞬間見てます。ココアにマシュマロ入れたいとかね。ちょびちょびやっぱ食うもいいですけど、このでかいのを口の中いっぱいに頬張る。でよくカニって無言になるって言うじゃないですか。あれってやっぱ取るのに必死で無言になったりしますけど、こいつの場合は取るのがめっちゃ簡単だから無言になる隙を与えないんですよね。もうひたすら賛辞を述べる。うまそう。でここに浜湯ミニポン酢、コカ・コーラにしか見えないけど発売したんで、これかけて先っぽだけにしようか。ポン酢が合わない可能性もあるからね。合わないわけがなかった。うまー。美味しくてジューシーで甘みのある好みにさっぱりとしたポン酢がよく合います。別にね、うちのポン酢じゃなくても合いますけど、よかったらわあ、口に入れた瞬間にカニのうまみ汁が濁流のように溢れ出す。ワンピースで出てくる水肉とかもちゃもちゃみたいな感じ、予想以上に水を含んでて、悪く言うと水っぽいみたいな感じもあるんですけど、水は出るけど身自体はしっかりと身として水っぽくないし、汁もちゃんとしたねカニのうまみが入ってて、それが最高なんですよ。もうこれ料理いらないです。本当にただボイルして焼くだけでいい。でタラバガニも他のカニと同じように脱皮しながら大きくなるんですけど、一体どれほど脱皮してきたんでしょうね。もともとはちっこいんでしょうね。かなりの期間頑張って大きくなってくれたんでしょう。で日本のタラバガニの漁業の歴史ってもともと捨てられてたって言ったじゃないですか。でもね、とある人が確かカニの缶詰を発売して、それが輸出してめっちゃ売れるようになったんですよ。そこからカニだけを取るカニ光線っていう光線が生まれたらしいです。でカニ缶はその良質な水からしか作れなくて、もともとそれが丘でしかできなかったのが船で海水を利用してできるようになって、1920年に1杯のカニ光線ができて、1927年に20杯40杯、それぐらいのねカニ光線ができて、そこからいっぱいねカニを取ったと言われております。ただ皆さんカニ光線って聞いたことないですかね。すっごい劣悪な環境でみたいな、やっぱそういうのはあったらしいですね。今のベーリング海みたいにものすごく大変だったんじゃないでしょうかと、僕の推測です。コメント欄でね詳しく知ってる方いればコメントいただければと思います。次はこの爪ですよ。ごっつい爪。よいしょ。おー取れた。結構取れた。こんな取れるとは。甲殻類系はマジで爪がねうまいんですよ。何が違うかっていうと、やっぱ力使うんで、この身の筋肉っていうのかな、これがめちゃくちゃぎっしり詰まってるイメージ。ただワタリガニとかだとあんま取りにくいんですけど、これうまく取れました。どんな感じ？水っぽさがもう全然なくて、うまみ肉の繊維がぎっしり詰まってる感じ。わあ美味しい。でこの事務所寒いんですよね。ちょっと日本酒で温まろう。冷やですけど熱燗も合うだろうな。お、そろそろできましたね。でかいのが。はい、じゃあ開けていきましょう。よいしょ。まずこのふんどし外してカパッと。ちなみに中は入ってないですよ。油抜きしてるんで。味噌とかは入ってない。でっかいな。味噌入ってないにしろでかい。見てこのエラ。この食べられないエラやばいよこれ。エラは食べられないんで取ります。うわ、エラの保水性がすごい。めちゃくちゃ保水してる。持った感じ気持ち悪いし、ぐじゅって感じ。よいしょ。はい。でもう一本一本分解しましょうか。あちちちちち。あち。うわ、この中もいっぱい身が入ってます。さあ気になる胴体の方のお味はどんな味か。体ですね。うわうわうわ、ブリンブリン出てくる。
身をもうこいつ身が一個一個がでかいから身がないとこがない。身がないとこしかないということは身があるとこしかない。日本語って難しいですね。内臓の方どんな感じ？うまいよ。中の方が美味しいかも。足より。よく焼いたからかもしれないけど、中の体の身の方が甘い気がする。でも若干なんか変な感触。でもこれ閉めてから2日3日経ってんのか。3日経ってるから湯がくまで。取れたての生きたやつをそのまま湯にぶち込んで食べてみたいですね。これより絶対うまいんだろうな。まあ途中他になんか料理する必要ないって言ったけど、やっぱこの量焼きガニだけで食べるのはなかなかきついですね。チャーハンとかにしてもうまいだろうし、カニクリームコロッケとかにしてもうまいだろうし、何で食ってもうまいんだろうなっていう、変な癖もないんでどんな料理にも合うし、ザ・カニって感じでプラスうまい。ズワイガニやっぱこの図体のでかさとこの取れる身の量でめちゃくちゃ値段は高いんですけど、本当に大満足の量で、足が8本ぐらいあるんで8人で食っても足1本と足から伸びる体の部分、これだけでも全然満足できるんじゃないかなって。まあそれでも1人5000円は払わないといけないんでしょうけど、大満足感。ずっと夢に見てたこのカニと食べれる、お酒を飲めるっていうこの体験ができて結構幸せです。小さな関節がでかいからどこでもあるな。ほんとマグロと一緒で部位ごとの味を楽しめるっていうのもまた一ついいですよね。小さな魚だったら大トロって言っても、確かに大トロって区別すればこれぐらいのタイとかでもこんな端切れ大トロって言えば大トロなんですけど、やっぱ大きいとそれだけその部位、希少部位も大きくなるから、そこの味の違いを楽しめるっていうのがまた一つ大きさの正義かな。てか男の子ってやっぱ大きいのかっこいいじゃないですか。まあね、30過ぎたおっさんが男の子って言ってんのもどうかと思いますけど、みんな男の子なんですよ、男は。だからメカっぽいのとか大きいのはかっこいいんです。日本酒でくどくなったところをさっぱりといこう。ただね、決して冷凍のタラバガニもうまくないわけじゃなくて、やっぱどうしてもね、生食うと全然違うね。勝手な予想なんですけど、もしかしたらその外国から輸入している時に、外国船ってほら時間かかるんで生で取ってるんじゃなくて、いっぺんそこで多分船の中で急速冷凍してんじゃねえかなみたいな。でそれ持って帰って日本に持って帰ってるから輸入して、でそれをボイルしてで急速冷凍してるから2回冷凍になってんじゃないかなって思うんですよ。まあそれはもうあくまで予想なんですけど、ただそれぐらい生のねタラバガニ食ってびっくりしました。美味しかった。まあ前置きがさた時早く飲めよって感じですよね。さっぱりうめはい、というわけでいきなり飲み干したシーンになるんですけど、ちょっとねカニは今もう片付けました。食べきれないね、さすがにカニは。あの量は全部ね食おうと思えば食えるんですよ。ただ同じもんばっかりずっと食うってなるとね、やっぱ人間っていうのは慣れっていうんですか、それでちょっと飽きるかなと思うんですけど、私も人間なんでそんな感じです。次はそうそう取るの忘れてたハイボール。500。ハイボールって何がいいかっていうと、このデザインがいいですよね。ハイボールのジョッキを思い出すような。いやでもこっちができてからジョッキができたのか、ジョッキができてからこっちができたのか、それでちょっとやっぱチャーハン食いたくなったんで、このトレミを使ってこちらの中華鍋でチャーハンを作っていきましょう。よーし、楽しみだ。結局なんかチャーハンになるんだよな、こういう時って。男はやっぱね、なんとなくチャーハンみんな作ってんじゃないかな。よし、これで OK。 まず火をかけてキンキンに温めていく。この鉄フライパンキンキンに温める前にちょっと油を多めに入れてだな。フラフラっとしてだな、フラフラっと。でこちらカニの殻を用意してたんで、これでカニ油を作っていこう。カニのうまみ、だし、マットやユミ、それを全部入れていく。
生熱すぎると多分焦げちゃうからほどほどでいいんだ。で入れた瞬間に広がるカニの匂い、うまみ、匂い、香り、香りだね、香りだね。それがもういいね。めちゃくちゃいい香りが広がってる。まあどうせね、僕のチャンネルの視聴者さんも飲みながら料理作ったりしてるんでしょ。どうせ知ってますよ僕は。でもね、酔った時のがやっぱうまい料理になる。なぜならバカだから。バカな方がやっぱうまい料理が作れる。とりあえずニンニク効かしときゃいいんですよ。てかこれうまく撮れてるか分かんないんだよね。インカメにしてないから。インカメっていうのはカメラで内側に映るカメラのこと。つまりこれ外カメだから僕自分が今どう映ってるのか見えないんだよね。よし、まあこういう時こだわればもちろん国産ニンニク青森県産とか使うんだけど、普通にチューブで。なぜならめんどくさいから。さあいい感じに取れてきましたよ。じゃあちょっとこの殻だけのけます。さあ殻だけのけて加入ができました。では次ここに何をするかっていうと、もちろん玉ねぎ、これで甘さを足していく。でこれだよ、チャーハンといえばこれ。別にねご家庭で使う必要もないのにこういう格好つけちゃう。これもまた楽しいところ。無駄でいいんだよ。僕は割と普段合理的なんだけど、こういうところやいい感じだ。玉ねぎにカニのうまみ全部入ってるぞこれ。でここにカニを投入だ。当然この床に落ちたもの、これも入れる。ちょっと焦げそう。一回火を止めて、ここに卵、男の片手割りで、もう一回火をつけて強火。チャーハンも強火。ある程度できたら、もう炊きたてだけどちょっと米入れよう。水っぽいな。よし。で強火で炒めていく。ほんでここにマヨネーズ。マヨネーズが米と米との間に空気を作るんだらしいんだ。加熱したら酸味が飛ぶからね。もう家で作るときはこの混ぜるの止めちゃいけないらしい。よし。ここでニンニク、味の素、塩コショウを加えて、そしてもう一回混ぜる。米が多すぎると混ざらないよね。あとやっぱ炊きたてだと水分が多いからベチャベチャして全然うまくいかない。これも使いにくいな。プロじゃないとやっぱ使いにくいな。で最後にお醤油を鍋ぶちに垂らすと、これで醤油の焦げの匂いを鍋につけて混ぜ合わせると、はい濱家特製ベチャベチャチャーハンの完成だ。これをじゃあ茶碗に盛るべ。ほらこんな感じで、ここにはい終わりよ。はい、じゃあいただきます。ああうまいね。絶妙な塩加減とカニのうまみが見事にご飯にマッチしてる。やっぱカニ油作ることによってカニのうまみっていうのが具材だけじゃなくて米全体にまとわるんですよね。具材とかそこもまたいいですね。ああ幸せだ。こういう小さな夢を叶えることも人生のクオリティオブライフっていうのを上げるのにつながるのかなと思います。うまい。ごちそうさま。はい、今からちょっと発送のお仕事があるんで、行きたいと思います。まあ僕は運転しないしスタッフさんがちょっとやってくれるんで、僕はねこっちが仕事ですからね。これもまた皆さん楽しんでますからね。これもまた仕事ですよ。はい、じゃあ移動中は樽酒。
はい、じゃあもうちょっとで松岡さんのとこ着きます。はい、じゃあ松岡さんのとこ到着しました。ソーダジン。僕は作業しないんで安心してください。仕事って言えば何でも許されるわけじゃないです。はい、じゃあ結局ですね、松岡さんとちょっと話が盛り上がっちゃって、今から松岡さんのことで飲むとこになりました。丸吉でいろいろ惣菜も買いましたよ。これ本当はね作りたいんですけど、ちょっとめんどくさいんで今から氷結いただきます。じゃあ松岡さん、お久しぶりにお家お邪魔します。こんばんは。これ何回も撮影したね、ここで。した。懐かしい。じゃあ今日はちょっとゆっくり飲みましょう。いろいろ買ってきました。どうぞ。じゃあ松岡さん、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。みたいな感じやな、一気にガーンってきてからなんか氷結無糖。うまい。いただきます。ありがとうございます。すいません。うまい。出してアルミホイルにくるんでパーンってはい。これ持っていけって最高やん。最高だ。こぼれてなさそう。何これ。30分ぐらいしか経ってない。松岡さん、ありがとうございました。また。はい、バイバイ、お疲れです。はい、じゃあ帰ります。はい、というわけで皆さん本日はご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。これだけじゃあれだと思うんで、皆さんほんまにね、今回のタラバガニ、美味しかったですけれども、あとは何も思い出せないから、さよなら。See you next time. バイバイ。というわけで、お疲れでした。今日は中止だったんで、明日また仕事したいと思います。お疲れでした。じゃあまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。はい、でうちのスタッフがね、なんと僕のために作ってくれまして、こちら見てください。このご飯が進みそうな卵のすき焼きなんかと米、これはもううまいに決まってますよね。こちらの卵たっぷりのやつを米にオンザバウンド。これ見て、これうまそう。うまいうまい。米がなんぼでもするの。はい、で今からですね、隣のおじいちゃんにもらった梅酒、これに入ってましたよ。隣のおじいちゃんにね、あれなんて言ってたかな、体が悪くなったからお前飲まんか言われて、ほんで隣のじいちゃんにもらった梅酒です。だから何年もんかわからんから、ある意味あれだよね、希少だよね。うわ、うまそう。やっぱりね、カニもうまいですけど、米に合うのは肉。そこはね、僕も正直自分として嘘はつけないところなんで、米に合うのは肉かなと思います。ただね、その単体で見ると感動っていうのかな、今回はほんますごい感動でしたね、ズワイガニ。ちょっと酔っ払ってるんで、こんな感動っていうか、こんな終わり方で申し訳ないですけど、皆さんご視聴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 。はい、じゃあ今、プルタさんとのコラボ動画見ながら面白いですね。はい、人生の豊かな。めちゃくちゃ楽しい。